もみじの園芸品種を語る上で欠かせない人物がいます。その歴史は今から遡ること約300年の江戸時代になります。戦国から江戸時代に活躍した武将、藤堂高虎から物語が始まります。藤堂高虎は、浅井長政に仕えましたが、浅井家滅亡とともに、織田信長、その後、豊臣秀吉の弟の豊臣秀長の家臣になります。同時に、徳川家康とも親交があったことから、関ヶ原の合戦では、徳川家について活躍しました。家康からの信頼も厚く、その後も、秀忠、家光の三代の将軍に仕えた大名です。これだけ聞くと、主君をコロコロと変えた、薄情な世渡り上手、みたいなイメージがありますが、実際は、忠誠心が高く、かなりの人格者だったようです。主君がいろいろと変わったのは、当時の様々な事情があったからです。その藤堂家の下屋敷の庭園の管理を任されていたのは、伊藤伊兵衛という人物です。植木職人は、庭園の植木の手入れのため、各大名の藩邸に出入りしていたことから、幕府の隠密組織の一端を担っていたと言われております。つまり、お庭番として忍者の仕事もしていたということですが、伊藤伊兵衛が忍者だったかどうかは諸説あります。私は、この藤堂家が徳川家に仕えていたことや、もともと伊賀者を束ねていた大名ということ、薬草の種類や、その効能にも詳しかったということを考えれば、伊藤伊兵衛は、もともとは忍者だったか、または、伊賀忍者の末裔だったのではないかと勝手に思っています。この、伊藤伊兵衛という名前は、代々世襲の名前ですが、その中でも伊藤伊兵衛さんの女、その息子の伊藤伊兵衛正武が、現在の園芸の基礎を作ったとしても過言ではありません。父の伊藤伊兵衛さんの女は、特にツツジの栽培、園芸品種の作出などに造詣も深く、園芸書も執筆しました。その息子の伊藤伊兵衛正武も、園芸全般の知識などに精通し、様々な園芸書を執筆しました。草花の他に、薬草、そして、もみじに関しては、かなりの思い入れがあったようです。当時の幕府の八代将軍、徳川吉宗から、海外から献上された、この楓を増やしてほしい、と依頼されたものが、盆栽で有名な、東楓で、伊藤伊兵衛正武が、命名したと言われております。もしも、徳川吉宗が、もみじが好きだったとしたら、その影響もあったのかもしれませんが、伊藤伊兵衛正武は、古い書物、36花選の中にある、和歌の中から、もみじに名前を付けた園芸書を執筆しました。これが、もみじに品種名を付けた最古の書物になります。その数は、100種類くらいありますが、私が、その中で実際見たことがあるのは、15種類くらいでした。ほとんどが絶滅してしまったようです。また、品種名だけがそのまま使われて、当時の品種と、ものが変わってしまっているものもあります。この、伊藤伊兵衛が住んでいたのは、今の東京都豊島区、駒込7丁目あたりでした。当時、このあたりは、染井村と呼ばれており、植木の生産や販売が盛んな場所でした。また、桜の品種、ソメイヨシノも、その頃に染井村で作出されたと言われております。一説によると、ソメイヨシノを作出したのも、この、伊藤伊兵衛正武という説がありますが、ソメイヨシノに関する記述や植物画が見られないことから、誤りだという説もあります。または、実際、伊藤伊兵衛正武が作出したものの、世に出回ったのは、それから何十年も後のことだったということも考えられます。その真実は、わかりません。いずれにしても、この、伊藤伊兵衛という人物の存在がなかったら、もみじの園芸品種も生まれていなかったかもしれません。ちなみに、伊藤伊兵衛が名付けて、今でも流通している有名なもみじの品種は、限り錦、奥下、田向山、重立沢、喜八条、などがあります。今回は、いろいろとややこしい昔話でしたが、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。この話は、これでおしまいです。また、
次回の動画でお会いしましょう。